あなたのヘッドライト眩しすぎませんか？光源シェードで上向きの光をカット、さらにカットした光をミラーで反射して地面を照らせば安全性もアップ。そんな便利なパーツを今回 3D プリンターで作ってみました。こんなのあったらいいのにって思うことはありますよね。市販品ではなかなかぴったりくるものがない。だったら 3D プリンターで自分専用を作っちゃおう。そんな気持ちで 3D プリンターを始めて、今ではすっかりハマってしまいました。試行錯誤を繰り返しながらこれまでもいろんなパーツを作ってきました。今回も新しいアイデアを形にしていきます。こんにちは、塚春です。今回はロードバイクのヘッドライト。最近のはかなり明るいヘッドライトが増えてきてます。ご覧のようにすごい眩しいですね。冒頭の動画であったようにかなりヘッドライトは眩しくて、対向車にとってはかなり迷惑だったりします。今回はこの眩しすぎるこの光をこのような光源シェードですね、これを作ってかぶせることで上側の光をカットするというのを今回作っていきます。光源シェードを作るにあたって、まずこのヘッドライトの形状を正しくモデリングする必要があります。対象となるのはキャットアイさんの AMPP800 というヘッドライトです。このモデルは最大800ルーメンの明るさがあってですね、夜間走行では非常に頼れる存在です。かなり明るいです。特にこの六角形の形状、これが自分はこのフォルムが気に入って普段から愛用しています。でまず、これをモデリングするにはこの正面、それから側面、上下ですね、これを写真に撮ってこれを CAD に取り込みます。でその取り込んだ画像と、実際の寸法を合わせるために事前にノリスで寸法を測っておきます。こんな感じですね。はい、じゃあこれをフュージョン 3D CAD のフュージョンの方に取り込んでいきます。スマホで撮影した画像を 3D CAD に取り込みます。次にノギスで測った実際のサイズになるように画像の大きさを調整していきます。あとはこの画像に合わせながらモデリングを進めていきます。ちょっとこの辺は面倒ですけども、画像を見ながら丁寧にモデリングしていくといったような感じになります。はい、こんな感じでライトのモデリングが完成しました。次に光源シェードをモデリングしていきます。モデリング自体は自分の頭の中で思い描いたイメージを少しずつ形にしていくって感じですね。実際ああでもないこうでもないって試行錯誤しながらだんだん理想の形になっていくのが自分としてはすごく楽しい時間に感じます。はい、こんな感じでモデリングができました。ポイントとしては、まずデザインのポイントとしてはこの六角形の形状を、生かした感じで上面はストレートに上面はストレートに下がるような感じを意識して作りました。でシェードの裏側ですけども、光が拡散するようにちょっとラウンドを刺しています。また後でミラーを取り付けるので剥がれないように先端部分は少し溝を作ってあります。ここにミラーを差し込む形を考えています。あとはサイドの部分にそれからこれライトが光りますので、サイドの部分はスリットを入れています。であとこのシェードが抜けないように
ここにストッパーをこの溝に入れ込むような形にして抜け防止としていく。あとはボタンとかこの辺の処理をするために抜いているといったような感じです。はい、では早速これを印刷していきます。モデリングデータをスライサーに取り込んで、次は印刷条件を決めていきます。まず材料ですけども、今回非常に、薄い部分があるので、強度の高いポリカーボネートを使っています。印刷条件で気になるところとしては、この接地面がかなり少ないので、こういう場合はラフトですね。ラフトと呼ばれるこういう、接地面積を増やすようなサポートをつけています。あとはサポートをこんな感じでつけていくといった感じです。はい、それでは早速これをプリンターの方に送信して印刷していきます。はい、印刷ができました。このようにライトにかぶせるとしっかり固定できていることが分かります。これによって上側の光がカットできるようになりました。ただこのままだと、このままでもいいんですけど、ここに当たってる光がもったいないので、ここに今度はこういう、シート状のミラーですね。これを貼ることによって下向きの光、遮った光を下向きの光に変えていこうと思います。ますかね、反射してる、この辺反射してますね。これが足元を照らして明るくしてくれるといった形になります。では実際に効果確認です。まず対抗する立場での目線から見た動画になります。シェードがないとかなり眩しくてちょっと不快に感じるかもしれません。シェードをつけることで光がしっかりカットされるのが分かります。次にライダー目線です。暴言シェードありだと足元がしっかり照らされてるっていうのが分かります。シェードなしの方が遠くまで明るく感じますけども、これは用途や好みに合わせてライトの角度を調整すると良さそうです。というわけで今回はロードバイクのヘッドライト、眩しすぎる問題を暴言シェードで対策してみました。やっぱり 3D プリンターがあるとこんな風にアイデアをすぐ形にできるので、ものづくりが好きな方には本当におすすめです。ちなみに今回作った暴言シェードはオンラインショップでも販売しています。概要欄にリンクを載せているのでぜひチェックしてみてください。そして皆さんはどんなパーツがあったらいいなって思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。この動画が少しでも役に立ったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。塚春でした。